皆さんこんにちは。生き物とものづくり系チャンネルの佐々木家の休日へようこそ。このチャンネルでは飼育している爬虫類に関する話題や爬虫類飼育用品の自作方法を定期的に投稿しています。今回は砂の海の中を泳ぐように移動するこちらのサンドフィッシュスキンクについて、新しくミトラサンドフィッシュをお迎えしたので、通常のサンドフィッシュと比較する形でご紹介します。はい、こちらが今回お迎えしたミトラサンドフィッシュです。細長くキリッとした口元、スコップのような手足、ツヤツヤのお肌にわがまま寸胴ボディ。この辺りの魅力的な特徴はよく見るノーマルのサンドフィッシュとも一致します。ミトラの最大の特徴としてはお腹の横にあるバンド模様です。この子は両サイドに9本ずつ赤いバンドが入っています。バンド数は個体差で違っていて10本タイプもいるようですが、ド派手な赤い色はミトラ共通で発現します。また、キラキラと金色に輝く背中も特徴的で、バンドの色も相まって全体的にド派手な感じです。似たようなバンドでメッカサンドフィッシュといった別種もいますが、バンドの色が黒だったりするそうです。生息域は普通のサンドフィッシュと同じく、北アフリカのサハラ砂漠全域とアラビア半島らしき記述がありますが、ミトラは東部サンドフィッシュと呼ばれていることもあり、アラビア半島の東部オマール付近で目撃が多いようです。ちなみに、アラビア半島の南西部イエメン付近はイエメンサンドフィッシュと呼ばれる別個体がいます。オマール産はミトラ、イエメン産はイエメンサンドフィッシュが多いと覚えておくとテストで役立つかもしれません。サンドフィッシュをレア度別に並べると、イエメン、ミトラ、ノーマルの順で、ミトラはそこそこ珍しい部類になります。イエメンサンドフィッシュはまだ一度もお目にかかったことがないので、いずれはお迎えしたいですね。さて、サンドフィッシュのオスメスを判定したいのですが、いかんせんスキンク系は見分けがつきにくいもので、最近流行りの多様性を尊重したわけではなく、基本的に店舗に出る分は私有不明で販売されています。尻尾の長さや膨らみ、柄の鮮やかさで見分けがつく人もいるみたいですが、私は玄人じゃないので適当に判別します。顔つきは優しめなので多分メス、かな。せっかくなので比較用に先住民のサンドフィッシュたちにも登場してもらいました。この子は5年前にお迎えしたサンドフィッシュのジョイです。顔つきと柄の鮮やかさ的には多分オス、かな。そしてこちらは2年前にお迎えしたチャーミーです。お迎え当初より縞模様がはっきり出てきましたね。多分メスですが、2年間繁殖の気配がなかったので、もしかしたらオスなのかもしれません。3匹集めるとこんな感じ。模様の異なる個体に絞ってお迎えしているので、まだなんとか見分けがつきますね。暴れるときは全員まとめて暴れて、止まるときは全員まとめて止まるという面白い動きをします。腰のくねくねした動きは1秒間に3回らしいので、この習性も何か周期性があるかもしれません。観察も終わったのでみんなケージに返してあげましょう。1秒に3回のくねくねを解くとご覧あれ。背中が隠れきれていませんが、そこもまた可愛いですね。一番太ったサンドフィッシュと、最後に新入りのミトラも投入します。見た目が華やかなので余裕のある優雅な動きに見えますね。といった感じで、今回はド派手ボディな珍しいサンドフィッシュ、ミトラサンドフィッシュのお迎え報告でした。今回、お値段がノーマルサンドフィッシュの6倍以上するのと見分けがつかなくなるので1匹だけのお迎えでしたが、今後繁殖を狙うなら別ケージに全部まとめてお迎えしてもよかったですね。私の所属する砂漠をめでる会は、サンドフィッシュを国内繁殖して世に広める取り組みもしているので、うまく繁殖したら、COAの資格を取ってイベントで布教活動をしてみようと思います。ところで、ミトラとノーマルって掛け合わせるとどうなるんでしょうか？有識者のコメント待ってます。では、今回の動画は以上です。この動画が面白いと思ってくれたら、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。